です。こんにちは。楽しみにしていた大阪出張が始まりました。大阪は恐ろしい名店がたくさんあるので、時間とお腹が許す限り食べ尽くしていきたいと思います。今日は天下の台所と言われている大阪の南に来ています。ただいま難波駅の前を通過中です。もうずっと前から行きたかったんですけど、改装中で振られ続けていたあの名店中の名店に今日こそは伺いたいと思います。改装に伴い定休日が火曜日から水曜日に変わったのも調べました。今日は日曜日、まず振られることはないでしょう。やってしまいました。定休日の他に定休もあるらしく、お店のホームページにはちゃんと書いてありました。お店の前にも張り紙がされています。定休は月に6日ぐらいありましたので、皆様はご注意ください。昭和21年創業、大阪南の有名な老舗の洋食店です。ひとたびお店が開けばこの行列。お昼のピークは外してきていますが、行列が途絶える気配はありません。難波グランド花月も近く、芸人さんたちからも絶大な支持を得る人気店です。順番が近づいてくると、お店の方からメニューを渡されます。並んでいる間にゆっくり選べるのがいいですよね。30分ぐらい並んで、やっと順番が来ました。振られ続けた過去が走馬灯のように蘇ります。じゃあいただきます。美味しいポタージュ。じゃがいも、本当にじゃがいも。ポタージュスープは懐かしい昔ながらの優しい味。じゃがいもの風味がよくあっさりといただけて、スプーンが止まりません。わあ、タルタルがすごいね。大きなエビが3本、それにスパゲッティとポテトサラダ、レモンとふわふわのキャベツが添えられています。ちょっとまずタルタルつけずに。極細のパン粉で衣サクサク、中はしっとり、エビの旨味が濃厚です。甘めの自家製ソースがたっぷりとかかっています。それでこのタルタルは結構白身がしっかり大きい。そう。卵がゴロッと入ったタルタルソース、卵のコクとピクルスの爽やかな酸味が後引く美味しさ。ラードでカリッと揚げられているので、尻尾まで美味しくいただきました。こちらも大人気のオムライス。こちらにも自家製ケチャップソースがたっぷりとかかっています。これ止まらない。うまい。ケチャップライスの方もパラパラしてるの。美味しい。完璧にコーティングされたお米はパラパラ。少し変わっているのが、こちらのオムライスはチキンライスではなく、なんとビーフ。大きな牛肉がたくさん入った贅沢なオムライス。パラパラのケチャップライスととろっとした卵が最高です。懐かしい甘めのケチャップソースもたまりません。目玉焼きはライスの上に避難させました。重低の看板メニュー、ハンバーグステーキ。牛と豚の合いびきミンチはジューシーで肉汁が溢れ出します。
肉肉しいし、デミグラスソースがうまい。すごいよ、デミグラス。うますぎる。創業以来継ぎ足し継ぎ足しで深みを増したデミグラスソースも絶品です。表面はしっかり焼いてある。今時は血も滴るレアハンバーグや飲めるハンバーグなどいろいろありますが、注文を受けてから自家製人気の空気を抜いてラードで焼き上げる丁寧に作られた正統派のハンバーグがやっぱり一番ですね。過去一のうまさに感動しています。これは美味しい。付け合わせのナポリタンが嬉しいですね。それも昔ながらの極太スパゲティ、甘めの懐かしい味付けが最高です。それにポテサラまでついてくるんですよ。昔はこれが定番だったけど、付け合わせにナポリタンとポテサラまで揃うお店は今の時代少なくなってきました。ポテトサラダも優しい味付けで、半分はゴロッとしたポテト、千切りキャベツもふわふわで美味しいんですよ。一つ一つが丁寧に作られていて本格的。それでこの価格なのは本当に驚きです。はい、ミンチエッグの卵は半熟プルプルです。間違いない。ハンバーグうま。ハンバーグは通常でも 180g、 こちらは 1.5 倍の 270g で 360g のダブルハンバーグステーキもありましたが、 1.5 倍でも十分な食べ応えです。肉汁の混ざったソースがもったいないのでライスと絡めていただきます。少し行儀が悪いかもしれませんが、もうこれは仕方ありません。このソースは仕上げに醤油が使われているらしく、ご飯との相性が最高です。美味しかった。次に伺うのも今回どうしても食べたかったお店です。あれから南下して堺の方まで来ました。路面電車がノスタルジックでいいですね。だいぶのどかな雰囲気になってきましたが、今から伺うのは撮影不可との噂があるお店なので少し緊張しています。撮影できなかったらテイクアウトしてホテルで撮影したいと思います。始まりは鎌倉時代。当時は泉屋という屋号でお餅を作っていた甘袋さんは文禄2年、なんと豊臣秀吉の命により今の屋号となったという由緒正しき老舗の和菓子店です。入店したらお店奥のレジでまず注文と精算を済ませます。メニューはこの2つ、氷ありとなしを選ぶだけですが、10円しか変わらないので氷が欲しくなりますよね。お持ち帰り用の商品もありますが、賞味期限は当日のみなのでご注意ください。こちらの番号札をもらってしばらく待ちます。でもひっきりなしだね、お客さんね。今結構下にねこのくるみが入ってます。すごいふわふわじゃない？ふわふわ。なんか雪みたい。雪っていうかズってなってるね。そう、もうズだね。本当だ。パウダー状だ。はい、ちょっと白玉出します。
入れた。ふわっふわのかき氷は口に入れた瞬間消えてしまいます。くるみ餅のあんが濃厚なので氷と一緒に食べるとあっさりといただけます。うわ、これうまい。すごいこれ。くるみ餅というのはナッツのくるみではなく餅をくるんで食べていたことからくるみ餅と名付けたのだそう。主原料は青大豆らしく他にも黒ごまなど見受けられますが、一子相伝のくるみ餅は企業秘密。このあんが濃厚で香ばしくて絶品です。それがね、あんだけあんだけ今。あんもうまい。多分シンプルな素材なんだろうけど、ものすごく複雑なお味に感じるの。こっちは濃厚。同じものですがこちらはあんがねっとり濃厚です。こちらの方がお餅も柔らかくしっとり滑らかなお餅の美味しさが際立ちます。甘袋さんは支店を持たず地方発送も行われていないため、ここでしか味わうことのできない堺の夏の風物詩唯一無二の一品に感動しました。これ何、家紋かな。読める？なんか漢字じゃない、文字でしょ。袋？違うでしょ。ここのお店のやつじゃないよ。昔の袋の漢字じゃない？違うのかな。缶袋って書いてあるの？缶袋に見えてきた。これが缶に見えてきた。本当だ。これで缶。でここが袋。本当だ。でも「う」がない。これは美味しかった。ごちそうさまでした。でもこれちょっと聞こう、帰りに。これってもしかして昔の缶袋だっていう。そういう関係ない。作ってもらってた分なんだと思うんですけど、ちょっと聞いてきました。作ってもらってるだけ、いろいろちょっとこの、はい、缶袋を中にバーって書いてもらってるんで。缶袋入る。文字が分かりやすい器を見せてくださいました。職人さんの手によって一枚一枚書かれているそうです。見える見えないの話で。多分職人さんが。かっこいいですよね。それでは皆さん、今回の KTX いかがだったでしょうか。毎回大阪の名店には驚かされますが、今回も素晴らしい名店に出会うことができて感激でした。名店に出会うとますますその土地が好きになるんですよね。美味しそうと思ってくれた方はグッドボタンを、もっとうまいとこ知ってんでという大阪愛が止まらない方はコメントとチャンネル登録もよろしくお願いします。